こんにちは、けこです。ご視聴いただきありがとうございます。今回はリクエストをいただきましたティッシュケースのように使えるこちらのトイレットペーパーカバーを編んでいきます。以前紹介したこちらのカゴに蓋をつけていきます。普通にトイレットペーパーを入れるとうまく取り出せず、どうしたらいいか悩みましたが、ちょっと手間はかかりますが、使う前にトイレットペーパーの芯を外すと取り出しやすいです。私も初めて使ってみましたが、ちょっとした汚れを拭いたりするのに近くにあるととても便利なので、もしよかったら編んでみてください。使用する材料はこちらです。動画ではこちらのコク用の麻紐を使用しています。かぎ針は8号で編んでいきます。それでは編んでいきましょう。1段目の編み図がこちらです。輪を作って鎖1つで立ち上げ、細編みを6目編んでいきます。輪を作って糸を引き抜いて鎖1つで立ち上げます。ここから細編みを6目編んでいきます。細編みを1回、2回、3回、4回、5回、6回、6目編めたら最初の糸を引っ張って円にします。これで1段目が完成です。2段目の編み図がこちらです。増し目を6回編みます。増し目は1つの編み目に細編みを2回編みます。細編みを1回、同じところに細編みをもう1回。これで1つ目の増し目が編めました。この繰り返しで増し目を全部で6回編みます。これで2段目が完成です。3段目の編み図がこちらになります。細編み1、増し目1を6回繰り返します。細編みを1回、増し目を1回、これを全部で6回行います。これで3段目が完成です。
編み始めの糸を処理します。糸処理は表に響かないように少し手間はかかりますが、長めに糸を通すとしっかりと仕上がります。4段目の編み図がこちらです。増し目1、細編み2を全部で6回繰り返します。1つ目のところに増し目を1回、細編みを1回、2回、これを全部で6回繰り返します。これで4段目が完成です。5段目の編み図がこちらです。細編み3、増し目1を全部で6回繰り返します。細編みを1、2、3、増し目を1回、この繰り返しを全部で6回行います。1周編むとこんな感じになります。6段目の編み図がこちらです。細編み1、増し目1、細編み3を6回編みます。細編みを1回、増し目を1回、細編みを1、2、3、これを全部で6回繰り返します。
1周編むとこのくらいの大きさになります。7段目の編み図がこちらです。細編み5、増し目1を全部で6回繰り返します。細編みを1、2、3、4、5、増し目を1回、この繰り返しを全部で6回編みます。1周編むとこんな感じになります。ここから細編み42目を2段編みます。2段編むとこんな感じです。ここから模様の1段目を編んでいきます。1つ目のところから糸を引き抜いて鎖1つで立ち上げます。1つ目は細編みを1回、2つ目は鎖の半目を拾って細編みを編みます。これが筋編みです。3つ目は細編み、4つ目は鎖の半目を拾って筋編み、細編み、筋編み、細編み、筋編み、この繰り返しになります。1段編んできました。1段目の最後の目は筋編みになります。編み終わったら鎖で立ち上げたところに針を入れて糸を引き抜きます。これで模様の1段目が完成です。模様の2段目の編み図がこちらです。鎖1つで立ち上げます。2段目は筋編みから編みます。鎖半目を拾って筋編み、2つ目が細編み、筋編み、細編み、筋編み、細編み、この繰り返しになります。模様の2段目を1周編んできました。2段目の最後は細編みになります。最初の鎖で立ち上げたところに針を入れて糸を引き抜きます。これで模様の2段目が完成です。模様の3段目の編み図がこちらです。鎖1つで立ち上げて、3段目は細編み、筋編みの順番で1周編んでいきます。1周編んできました。最後の目は筋編みになります。鎖のところから糸を引き抜いて、これで3段目が完成です。
4段目の編み図がこちらです。鎖1つで立ち上げ、筋編み、細編みの順番で1周編んでいきます。1周編んできました。最後の編み目は細編みになります。最後に糸を引き抜いて、これで4段目が完成です。模様の5段目からもこの2段の繰り返しで全部で模様を12段編んでいきます。ここからは細編みを2段編んでいきます。細編みを2段編み終えるとこんな感じになります。最後に引き抜き編みで縁を1周編みます。この繰り返しで1周編んでいきます。引き抜き編みで縁を1周編んできました。最初の目のところから糸を引き抜いて、これで縁部分が完成です。糸は長めにカットして引き抜いておきます。この糸は後で蓋を縫い付けるときに使います。ここからは蓋を編んでいきます。最初に鎖14目編んで輪にしていきます。14目編めたら1つ目に針を入れて糸を引き抜きます。これで鎖14目の輪が完成しました。ここから蓋の1段目を編んでいきます。鎖1つで立ち上げ、ここから鎖をくるむようにして細編みを24目編んでいきます。これが1つ目です。同じようにして全部で24目編んでいきます。24目編むとこんな感じになります。蓋の2段目は細編み3、増し目1を6回繰り返します。鎖の立ち上げはありでもなしでもどちらでも大丈夫です。細編みを1、2、3編んで増し目を1回。これを全部で6回繰り返します。1周編むとこんな感じです。3段目は細編み1、増し目1、細編み3を6回繰り返します。細編みを1回、増し目を1回、細編みを1、2、3。これを全部で6回繰り返します。1周編むとこんな感じです。蓋の4段目は細編み5、
増し目1を6回繰り返します。細編みを1、2、3、4、5、増し目を1回、これを全部で6回繰り返します。蓋の5段目は細編み42目を1周編みます。この繰り返しで1周編んでいきます。1周編むとこんな感じです。カゴの縁部分とだいたい同じくらいのサイズになっていれば大丈夫です。ここからボタンホルダーを編んでいきます。蓋の5段目を編み終えたところから1つ目に針を入れて糸を引き抜きます。ここから鎖12目編んでいきます。鎖12目編み終えたら、鎖を編み始めたところに針を入れ糸を引き抜きます。糸を長めにカットして糸を引き抜きます。糸処理をしていきます。ボタンホルダーの根元のところは糸を何回か通しておくとしっかりと仕上がります。ボタンホルダーの紐を通し終えたら、蓋の5段目のところに紐を通して処理していきます。ここからカゴに蓋を縫い付けていきます。縫い付ける位置や縫い方は好きな方法で大丈夫です。動画ではボタンホルダーの反対側の6目で縫い付けています。蓋を縫い付け終わったら、カゴの一番上の編み目に紐を通して糸処理をしておきます。最後にお好きなボタンを選んでつけていきます。完成です。お疲れ様でした。通常のトイレットペーパーのサイズより少しゆったりめに仕上げています。何も入れてない状態だと蓋がふにゃっとしてしまいますが、トイレットペーパーを入れるととてもいい感じになります。
麻紐で編むとインテリアにも馴染みやすいので、もしよかったら編んでみてください。編んだ作品はハッシュタグけこチャンネルでシェアしていただけるととても嬉しいです。お待ちしてます。ご視聴いただきありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録